それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズです。夜の妄想編。あの人があなたと次にしたいことはどんなことなのか、あの人の妄想を探っていきます。よろしくお願いします。はい、では見ていきましょう。まずはこちらタロットカードからスプレッド展開で見ていきます。こちらからあの人があなたとしたいことを見ていきます。そしてこちらルノルマンカード、こちらからあの人の夜の傾向というか、そういうところももらっていこうと思います。はい、ちぎりの傾向、テーマと言ってもいいかもしれません。あの人の今回のテーマとして今何を重点に考えているのか。はい、ルノルマンから1枚もらっていきましょう。で、ここにあなたですね、あなたへのアドバイスカードとしても出していきます。はい、ではこれで見ていきましょう。まずお相手の今回のテーマになるようなことを、こちらですね、棺のカード、何かね、こう蓋の中からコウモリが出てきてるんですけど、お相手はその終わりだったりとか、ここで決めたいとかね、終わらせていきたい、だけどここから出てくる、隙間から出てくるとかね、そういうことも考えられるので、区切りをつけたいっていうのもあるんですよね。お相手のテーマとしてはもう最後までやりたいとかね、そういうことも出てるかもしれないんだけど、でもね、こう我慢しきれないものを抱えていたりとかするんじゃないかなとも思います。次にあなたと会ったら決めようとかね、そういうことも考えてるかもしれないし、自分のこの欲望から抜け出すんだっていう思いかもしれません。今こう一人でこうちぎってるよっていう感じがしてくるので、そうですね、ちぎるというか妄想していたりとか、頭の中で膨らませてることがもう破裂寸前だよっていう風に捉えてもいいかもしれない。そしてこちら見ていきましょう。お相手が次にあなたとしたいことっていうことでめくっていきますね。ペンタクルキング、そしてこちらがあなたを表すカードでペンタクルナイト、そしてこちらがお相手がね今ね感じている自分の課題点っていうところでチャリオットのカード。じゃあどんな夜を過ごしたいのか、カップのクイーンっていうことで、まあ甘えたいよねっていうのが出てきますね。自分の欲望のままに動いていきたいっていうのが出てきますが、どこまで攻め込んでいっていいんだろうかっていうのも考えているだろうし、かといってあなたは受け身じゃなくてあなたからも動いてほしいなっていうのもお相手はこう妄想されているので、望みとしては2人ともタフに一夜を駆け抜けたいっていうのがあるんです。あまりこうスピード感がなくて、どちらかというと重厚感のあるような感じ、重い感じ、重い愛とかね、濃厚な夜とかそういう感じです。ねっとりしてるかもしれないなっていうのが感じます。そしてその中にね、甘えたいっていうのが入ってるので、あなたの方から攻めてきてもらえると嬉しいかなっていうのも半分あるんです。自分の方でもリード取っていきたい、だけどね、あなたからも動いてほしい。そしてここ2人の波長がちょうどいい感じっていう風にお相手ね、次にやりたいことを求めていることとしてね、そういうことが出ています。着実に現実に一歩ずつ進んでいくっていうことを求めているんですよね。確実にものにしてほしいとかね、あとゆっくり過ごしたいっていうのがあるので、パパッと済ませるような感じっていうよりは、もうゆっくりと一日中こう長くね過ごしていきましょうねっていうところも入ってるかもしれない。
今こう我慢寸前だったりとかね、溜まっているものがあるので、もうそこを終わりにしたいっていう感じかもしれませんね。溢れ出てくるものがもう抑えきれないっていう風に出てるかもしれません。自分の進み方っていうところに課題を感じているところがあるので、うまくコントロールが効かないってことなのかな。舵取りがうまくできない。自分自身の体とか気持ちとか抑えきれない衝動っていうのをうまくコントロールできない、できているようでできていないとかね。そうですね、あまりこう激しくできない、激しくしたいけど激しくできないとか、あと自分から動かないであなたの方から攻めてきてほしいなってことを素直に言えないとか、そういうこともあるかもしれないですね。そうですね、あとはお誘いできるかどうかっていうところでも、このカード試練、お相手の中の課題っていうところで動くかどうかっていうところですね。あとコントロールできるかどうかっていうところ、今のこのお相手は甘えたいっていうのがまず一番出てるので、あなたに尽くされる夜っていうのをね求めているんじゃないかなっていうのも出てきています。でもいいですね。一夜を共にしたら相性いいんじゃないかなっていうようなのが出てきています。では、あなたへのアドバイスカードね、こちらノルマンカードでもらっていきます。6番雲のカード、少しモヤモヤするっていうのが出てきてますね。あなたの中ではお相手タウですごくいいんだけど、もうちょっと情熱欲しいなっていう風に思うかもしれないよっていう、少しモヤモヤするのが残りますねっていうのが出てきてるんですね。情熱がもうちょっと欲しいなっていう風に思うかもしれないよっていうのが出てきてます。だけど今回はこのお相手に譲ってあげるようなお気持ちで、次はこう甘えさせてあげようかなって、その次は私がっていう風に思うといいんじゃないかなっていうのも出てきていますね。もう1枚アドバイスカードもらいましょうか。もう1枚、蛇のカードも出てきましたそうですね、あなたとしてはね、濃厚な夜を過ごしたい。でもそれにぴったりのお相手、そこにこう刺激、過激さとか激しさとかね、情熱的な夜っていうのを過ごしたいんだけど、この人は刺激っていうよりは濃厚っていうのがね、100濃厚なんですよ。100濃厚で、あなたは50濃厚が欲しいけど、もう50は情熱とかね、あとはっきりした言葉とかロマンチックな展開とか、あとお相手からリードしてほしいとか、あなたの希望っていうのがあると思うんですけど、それ半分ぐらいは満たしてもらえるかなっていうような感じですね。でもね、今回はそれでいいんだって、お相手主体でこの方を癒してあげるとか甘やかせてあげるとか、そういうようなお気持ちでまずね、今回は乗り切っていかれるといいんじゃないかなっていうのも出てきています。乗り切るってね、出てきましたね。そうですね、恋人関係を求めているとかね、ちぎるんだったらしっかりした関係性でいたいとかね、2人の気持ちが揃っていたいとか、そういうこともあなたは感じてるかもしれない。だから中には今交際していなくてって、だけどちぎりの関係あるよっていう方もいるかもしれない。でもそこにあなたはちゃんとした言葉とかね、交際っていうところを求めているところがあるのかもしれません。でもそのお相手、決して無責任っていうわけじゃないので、たとえ次のちぎりの時に何か確定したもの、約束したものとかね、2人一緒だよねとかっていう言葉がもしなかったとしても、今はね、いいんだっていう風に、大きくね、包み込んでほしい、甘やかせてほしいっていうのが一番出てるので、あなたも逆にそうしたいんじゃないかなっていうのもあります。このお相手がもし病んでいたりとかね、疲れていたりするんだったら癒してあげたいなとかっていう気持ちもあると思うんです。じゃあアドバイスカード1枚もらっていきましょう。こちらのね、タロットからもらっていくと、ソードの9が入っていますね、アドバイスカード。あまりネガティブにね、今は考えすぎなくてもいいよっていうことで、蛇のカードも出てるし、雲のカードも出てるから、あなた自身が今お相手とちぎることに対してモヤモヤしていたり、ネガティブに考えすぎていたりするのかもしれない。または嫉妬とかね、あと心配していたり、私たちの関係ってしっかりしてるのかなとかね、他にもいるのかなとかね、そういうことを考えていたりとか、または緊張してるかもしれません。あなた自身がちぎり、お相手と
交わることに対して今緊張してるかもしれないから、もうちょっとリラックスしてもいいし、今いろいろと考えすぎなくてもいいよっていうのは出てきています。でもそれだけね、考えさせられる要因がこのお相手との間にはあるのかもしれない。でもね、カップのクイーンが言っていますよ。今は優しく受け止めましょうっていうことで、お相手の衝動、欲望とかね、あとあなたを求めているところっていうところを受け止めるっていうのが入ってます。ちょっと珍しいんですけど、ちぎりなんですが、ラッキーフードをもらっていこうと思います。こちらのフードオラクルから1枚開運フード、そしてメッセージもらっていきますね。もらっていきましょう。ごぼうのカードをグランディングするっていうのが入ってきました。こちらね、そのガイドブックからメッセージをもらっていきます。ガイドブック、こちらです。フードオラクル。ごぼう。地にしっかりと根を張り安定すると言われ、古くから縁起の良い食品として欠かせないごぼう。スピリチュアル的にもグランディング力が高く、大地としっかりつながるサポートをしてくれます。このカードは大地と自分と宇宙をまっすぐにつなげることも意味しています。野外に出て土に触れたり歩いたりして自然のパワーを取り入れるといいでしょう。はい。こちらも読んでいきましょう。ごぼうの栄養とアドバイス。ごぼうにはクロロゲン酸やタンニンなどコーヒーにも含まれるポリフェノールが豊富に含まれています。特に皮に香りや旨味、栄養素が多く含まれているため、皮は剥かずにたわしでこする程度にするのが栄養を上手に取り込むポイントです。食物繊維を含んでいる量は野菜の中でもトップクラス。イヌリンという水溶性食物繊維は主に大腸にいるビフィズス菌などの善玉菌の餌となり、短鎖脂肪酸という物質を生み出します。短鎖脂肪酸は有害細菌の増殖を抑制、大腸粘膜を刺激して便秘改善や糖の吸収を抑えるほか、食後の血糖値の上昇を穏やかにしてコレステロールを救出し排泄する効果も期待できます。このイヌリンは断面を増やすと効率的に取れるため、ささがきに調理することが上手に栄養を摂る秘訣です。断面は放置するとポリフェノールが酵素と反応して褐色に変化するため、軽く水にさらしておきましょう。カルシウムやマグネシウム、葉酸も豊富な栄養価の高い野菜です。このね、今回フードオラクルから栄養アドバイスメッセージをお届けしました。地にしっかりと根を張り安定するっていうメッセージなんですね。しっかりした関係性、約束、っていうところも求めているし、ちぎりとしてもね、根強く、安定っていうところをお互い求めているところがあるかもしれない。まだ少しね、ぐらついているとか、あなた自身がまだ心の準備ができていないとかね、いろいろあるかもしれない。でも今この土台作りを2人でしていく時なんですよっていうアドバイスです。はい、グランディングなので自分たちの基盤作りっていうところですね。そこに意識を向けてみてください。今そうですね、あなたの方であまり前向きになれていないというかね、ちぎりに対してもそうかもしれないし、お相手との関係性かもしれない。だけれども今2人の関係性をしっかりと安定させていこうっていうのがアドバイスです。そしてこれをちぎりに置き換えて言うのであれば、今はこのお相手とつながること、そのことがもうすでにグランディングなので、ここをまず重点的に捉えてくださいっていうことと、そしてあなたの方から少し動いていくといいんじゃないかっていうのが出ています。今2人の歩調が合っているようなところでもあるので、いいんじゃないかなと思います。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。はい、こちらのカードはそうですね、しつこくつきまとう暗闇っていうのを表しているカードです。ですが、光に心を開いて自分自身が歩み続けることでこの暗闇を抜け出すことができるのですって。あなたは今暗い中にいませんか？確かにモヤモヤしていたり、何か心の中にまとわりつくものがあったり、誘惑かもしれませんよね。いろいろと考えて動けないとかっていう方もいるかも。でも今ネガティブに捉えていることもあるだろうし、暗闇の中に今あなたが入っているところ、そんな現状なんだけど、でも必ず暗闇があればそこに光も必ずあるから、
表裏一体だから、この光に目を向けて抜け出すために自分で進んでいくんだよっていうメッセージでした。はい、今回はお相手が次にあなたとしたいこと、夜の妄想シリーズということで見ていきました。ごぼうもね、取り入れてくださいっていうのが出てますね。いいと思います。はい、そしてこちらね、ごぼうのここ紫色ついています。紫っていうのはチャクラで言うと第7チャクラで、頭頂部の上と言われています。見えない世界とつながるチャクラですね。ここの部分を活性化させていくといいだろうっていうアドバイスもあるんですね。どうやってここを活性化させていくのかっていうのは、瞑想すると今いいんじゃないかなと思いました。あとゆっくりと寝ることによってエネルギーチャージができます。健康第一といえばすごく伝わりやすいかもしれない。眠っている最中って実はエネルギー交換がされている時と言われているんです。だからゆっくりと眠ることだったりとか、質の良い睡眠をとることとかね、そういうことを意識するとよりエネルギーチャージしやすくなって頭がクリアになっていくと思います。そして印象深い夢を記録しておくこともいいかもしれません。夢からのお告げも受け取りやすい時です。こちらも参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、夜の妄想編、お相手が次にあなたとしたいことについて見ていきます。よろしくお願いします。はい、こちらは妄想シリーズなのでエンタメ要素強めとなります。では早速見ていきましょう。まずはルノルマンカードからお相手の今宵のテーマというか、今あなたとしたいことで何を重点置いてるのかなっていうところをもらっていきます。そして同時にあなたへのアドバイスももらっていきましょう。そしてその後にタロットカードでお相手がどんなことを求めているのかっていうのももらっていきます。まずこちらがお相手の、テーマ、そしてこちらがあなたへのアドバイスとしてもらっていきます。では次にこちらのホワイトヌーメンさんのタロットからもらっていきましょう。お相手が次にあなたとしたいことをどんなちぎりをしたいのかっていうところをもらっていきます。はい、それでは見ていきましょう。まずはお相手の、今宵のテーマということで、あなたのカードが入っていますね。でもあなたっていうところで尽くしたいのかね、あなたのことで今胸がいっぱいですっていうのが入ってきています。早く会いたいなとかね、何してるのかなとかね、一人でお家にいる時にそういうことを考えていたりあると思いますよ。大部分をあなたっていうところが占めています。ではどんなことを今あなたとしたいのかっていうね、夜の妄想なんですが、お相手にカップのページ、あなたにワンドのクイーン、あなたっていう感じですね。お相手今あなたのことでいっぱい黙々してますね。欲求がデビルのカード、誘惑、そしてフールのカード、すごいですね。お相手ね、たくさん考えています。あなたのこと。あなたのことを考えるとドキドキするし、お家で一人でいる時にいろいろあなたのことを考えて、もう一人で突っ走ってるよっていうところも出てきているし、それぐらい今のあなたってお相手から見たらすごく魅力的に見えるんですね。性的魅力が盛りだくさんっていう風に見えています。だから今のあなたね、自信持ってくださいって。
あなたにすごく魅力を感じていてドキドキしている、そしてふわふわするようなお気持ちにもなってるし、ちょっと夢見心地な感じなので、あれこれ妄想してるところがあるんじゃないかなと思います。で、この方の今自分自身の課題っていうところでデビルのカードが入ってるんです。あなたの魅力にメロメロになっていて誘惑されちゃうっていうのが出てきているんですよね。これはそうだな。ちぎりで見てるので、あなたがもし OK なのであればそのまま押し倒したいとかね、そのような関係に持っていきたいとかね、次こそはとか、そういうことも考えていると思います。ちょっとね甘えん坊なところもあるので、そうですね、そこをあなたが優しく諭してあげるとか包んであげるとか、そういうことをするとすごく喜ぶんじゃないかなっていうのもあります。あとちょっと変わったことしてみたいなとかね、いつも関係あるよっていう方だとしたら次ちょっと変わったことしてみたいなとかね、そういうちょっと遊び心っていうのも取り入れてるかもしれません。ちょっとねオリジナリティを発揮したいっていうところがあるので、この人の中のね独特の癖とか技とかね、そういうところを見せたいなっていうのもあるかもしれませんね。それを受け入れて楽しんでくれるぐらいの余裕があるように見えるよっていうのもありますしね。そして2人でねもう開放的になっていこうよっていうところでフールのカードも出ています。この人の今妄想なんですけど、あなたと結ばれていくことによっていろんな心もね気持ちも体も開放的になってすごい楽になる、心がリフレッシュするようなそんなお気持ちになるよっていう風に出てるので、この上ない喜びだったりとか、自分がどこまでも果てなく飛んでいけるようなそんなお気持ちになるっていうのが出てきているので、すごくいいことを想像してくれてます。ではあなたに対するアドバイスもらっていきましょう。ルノルマンで雲のカードが出てきています。あなたの中で今現在モヤモヤしていることを抱えているとかね、そういうことも出てるかもしれません。もう少し追加でもらっていきましょう。そうですね、タロットからもらっていきましょう。何を抱えているのか。例えばね、お相手にもうちょっとはっきりしてほしいなとかね、しっかりと向こうの方から攻めてきてくれたらいいなとか、気分にムラがある方なのかもしれないので、あなたの中ではもう少しね頑張ってほしいなとか思うところがあるのかもしれない。ちぎりのことでね。はい、あなたが今考えてること、お相手の方から粘り強く取り組んできてほしいとかね、そういうことがあります。瞬発力よりも持続性を求めたいとかね、そういうことも出てるし、現実的にもう少し関係性しっかりしたいよねとかね、責任感持って動いてほしいなとかね、そういうことも出ています。あと安定したいっていうのもあるから、そうですね、一人でねちょっと天に行かないでよみたいなね、空飛んでいかないでちょっと待ってみたいな感じでシャボン玉みたいな感じなんですよね。今この人の中っていうのはね、お相手がシャボン玉みたいな感じなので、いやいやちょっと待ってっていうところがあって、私ねもうちょっと膨らませたいんだよねみたいな、そういうところで違うみたいな感じに思う時が出てくるかもしれないんだけどねっていうのは出てますね。あなたが求めているものはお相手の方から動いてきてくれて、そしてなおかつ体力的に持続性をあなたは求めているんではないかっていうのが出てきてましたね。じゃあそのアドバイスもらっていきましょう。じゃあどうすればいいのかなっていう、どんなことをお相手に求めていけばいいのかな、あなたはどういう対応をすればいいのかなっていうところで、こちらもルノルマンもらっていきましょう。ちょっとモヤモヤ残るねみたいな感じのことがここ出てきてるんだけど、それはなぜかといったら、持続性が少しあなたが思ってるより今回はなかったのかもしれないとかね、次回ですよ、ないのかもしれないっていうところでね、あと流されるように流れるようにね関係が進んじゃうとか、そういうところで少しもやってするかもしれないんだけど、でもねアドバイスとしてはそうですね、船のカードが出てるから、ある程度自由になっていきながらね、フールのカードも出てるから自由にやっていきながらも、あなたがそこまでねがっちりしたもの求めすぎないで、だけど自分の言いたいこととか求めてることっていうのもあなた自身から動いたり話したりとか、こういうことを思ってるよとかね、こういう風にしてほしいなっていう風に働きかけることもいいんじゃないかっていうアドバイスカードが出ています。
そのある程度はねこう自由にお互いやりましょうとかね、自由にプレイしましょうとか、そういうことはあるんだけど、そうですね。じゃあこちらのフードオラクルからラッキーフードもらっていきましょう、ね、より良いちぎりの関係を結んでいけるためにっていうことでラッキーフードもらっていきます。このねカードチャクラにも対応しているので、そちらも合わせて見ていきましょう。ラッキーフードオニオンです。チャクラの色は第7チャクラ、願望成就、豊かさを叶えるっていうワードが入っています。見ていきましょう。ガイドブックからねもらっていきます。メッセージです。玉ねぎは意のままに願いを叶える玉と言われる如意宝珠の形に似ています。このカードはあなたに宝珠のように宝物を出したり、災いを防いだり、願いを叶える地形があふれ出し、それが成就することを告げています。たくさんの豊かさを受け取ることができるように自分に許可を出しましょう。栄養とアドバイスについても、こちらお話ししていきます。玉ねぎに含まれる特徴的な栄養素はポリフェノールのケルセチンや辛味成分のアリシンです。ケルセチンは抗酸化作用があり、外側の皮にね特に多く含まれ、日光に当てると増加していきます。玉ねぎを切った時に目がしみる原因成分の硫化アリルは空気に触れることでアリシンという血液をサラサラにする成分に変わりやすくなると同時に、辛みが抜けて食べやすくなります。アリシンは水に溶け出しやすく加熱に弱い性質がありますが、ビタミン B1 の効果を高める働きもあるので、ビタミン B1 が豊富な豚肉のしゃぶしゃぶや豆腐、納豆、厚揚げなどのタレとして活用するといいでしょう。調理方法としてみじん切りやすりおろしにしてからしばらく置いて、醤油などの調味料と合わせるタレがおすすめです。スライスしてサラダにするときもしばらく空気に触れさせて、水にはあまりさらさないことが栄養を逃さないポイントです。甘みや旨みを増す裏技は冷凍保存です。解凍するとビタミン C や葉酸が流れ出してしまうため、味噌汁やスープにそのまま活用してください。玉ねぎはオリゴ糖や食物繊維も豊富なため、腸内環境を整える効果も期待できます。はい、この、如意宝珠というのは願いを叶える玉っていうのがありまして、その玉のことを如意宝珠と呼んでいるそうです。仏教において使われる言葉ですね。はい、ということで、願いを叶えるためにっていう意味もね込めてね、願掛けする気持ちで玉ねぎを取り入れたお料理いいねっていうのが出てきています。願望成就、豊かさっていうのも入ってますからね、ぜひ、玉ねぎ取り入れてください。そしてチャクラとしては第7チャクラなので、第7チャクラというのは頭の頭頂部のあたりのチャクラです。見えない世界とつながる部分っていうふうに言われていますので、頭の上のあたりですね、頭頂部のあたりなので、そうだな、頭だから頭痛がある方とかもねいるかもしれないし、今そうですね、いろいろ考えちゃってモヤモヤするとかね、ネガティブな方向に考えちゃうとか、豊かなものについてうまくね考えられない、イメージできないとかね、そのような方もいるかもしれないので、丸くねやっていきましょうっていうのが入っています。柔軟に考えるっていうこともそうだし、あまりマイナスに捉えないでくださいって、今の2人の関係っていろいろあるかもしれないけど、でも今お相手が求めてることってより開放的になっていくこと。ただデビルが入ってるから誘惑されるような関係性というかね、そのような感じにもなっちゃう。で、私たちって体だけの関係なのとかね、そういうことを思うかもしれないんだけど、でも今はね、あなたがすっごく魅力に溢れている時でもあるから、それにね当てられちゃってるんだよっていうところもあるんですよ。そして結ばれることだけじゃなくてね、それ以外にもあなたが求めているものっていうのがあると思うので、そこを実らせていくために、今その願望成就のためにもね、丸く捉えていくといいんじゃないかっていうのも出てきています。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。はい、こちらからもらっていきましょう。このメッセージはね、時計をこの方手放してるんです。時間にとらわれない、自分自身コントロールしすぎない、
そして自分の頭の中で計画していることとか、あと決められた通りにしすぎなくてもいい。なぜだったらその通りにしようとすればするほど奇跡が訪れづらくなるからです。いろんなことにしがらみとかね、とらわれすぎずに、そして心を楽にして流れるように過ごしてくださいって、今はそれがベストですよっていうのが出ていますね。ここはこうじゃなきゃいけないとか、こうしたい、こうあるべきだとかね、そういうこともちろん必要ですよ。なんですけど、今そこをとらわれすぎているところがあるかもしれないし、時間っていうのも入ってるので、あなたが時間を気にしていたりとか、例えばね、ちょっとしか会えないとか、会う時間だけはこれだけなのかとかね、そういうことを考えてるかもしれないけど、あんまりこうね、せっかちになりすぎずにね、さっとあなたの中の心の時計っていうのを手放していくと、奇跡が舞い込みやすくなってくるよっていうメッセージでした。こちらもぜひ参考にしてください。今回は夜のちぎりシリーズ、夜の妄想編、お相手が次にあなたとしたいことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、お相手の夜の妄想、次にあなたとしたいことについて見ていきます。よろしくお願いします。今回もエンタメ要素強めとなります夜の妄想シリーズ、よろしくお願いします。まずはこちらのルノルマンカードから、お相手が今何を一番重点的に考えているのか、そのちぎりについてなんですが、ごめんなさい、夜のちぎりについてなんですが、あなたとどんなことをしたいのかっていうことをどういうふうに考えているのか、何を今一番大切に考えているのかっていうところをもらっていきましょう。分かりやすく言うと、今のお相手のちぎりに対するテーマだったりもします。はい、何を求めているのかっていうね、ここで1枚もらっていきます。そしてもう1枚、あなたに対するアドバイスカードとしてもらっていきます。はい、まずこの2枚のルノルマンカードと、あとはタロットカードもらっていきます。ホワイトヌーメンさんのタロットカードから、こちらお相手がどんなことをしたいのか、次にあなたとしたいこと、それは妄想っていうことで捉えてください。現実になるかもしれないですしね。そう、今その恋人関係、パートナーシップ結んでいるって方だとしたら、もう現実的にあり得る話だと思いますし、片思いの方でもね、現実化する可能性があると。お相手が今考えていることです。考えていることというか、その妄想していること、どんな妄想をあなたとしているのか。はい、こちら4枚でもらっていきます。ではめくっていきましょう。まずはそのお相手のね、今回のどんなことに重きを置いてるのかは、結婚指輪のカードが出てきているので、その一概的にね、結婚っていうワードだけじゃなくて、今回このちぎりだから、約束したいっていうことですよね。ちぎりを交わしたい、まさしくちぎりですよ。ちぎり交わしたもうっていうことで、このお相手ね、じゃあそういう風に見るとやる気満々なのかなっていう感じがします。あなたとの間において今ちぎり交わしたいですよっていうのが出てきてるから、メラメラとね、熱く燃え上がるような気持ち、モチベーションが高まってる、夜のモチベーションが高まってるっていうことで、じゃあ見てみましょうか。お相手がどんなことを妄想しているのか。ペンタクル10、ソードの10、そして女教皇のカードと、あとこちらがね、ホワイトヌーメン、特別なこのタロットカード、オリジナルのカードが出てきました。はい、でもうね、そうか、そのあなたの方はルノルマンもらっていきますね。お家のカード、
ちぎりで見ていきたいんですけど、ここね家族カードだったりとか結婚、家とかっていう風に入ってくると、そのお二人の間で今このパートナーシップを結んでるよっていう方だとしたら、まさしくこの今結婚を意識しているとか、家族になりたいとか、落ち着いて家でね育んでいきたいとか、そういうところにいらっしゃるのかなとも思うし、パートナーシップじゃなかったとしてもね、片思いの状態だとしても、お相手なんかねお家でゆっくりと育んでいきたいなっていうようなところが出てきてるんですけど、でもあなたのところね、この想像の点が出てるから、お相手の妄想なんですよ。お相手の中ではこのようにあなたは見えてるよって。だからすごく苦しんでいたり辛かったり悩み事があるんじゃないかっていう風に見えてるんですよね。だけどそんなあなたと、安定した関係とか、もうちぎりお願いしますっていう風に申し出たいんですけどっていうところでいるんですね。ただあなたの例えば体調が悪いとかね、あと今悩んでいるとか、忙しくて時間取れないとか、何かしらあなたが起き上がれないようなこと、お相手のモチベーションに対して答えづらいようなメンタル、体調っていうね環境とか、そういうのがあって、いやどうかなっていう風にお相手が様子見ていたりとか、妄想ですよ、妄想の中でそういうことを思っていたり、またはもうあなたをもう全部包んであげたいんだっていう、何かお相手の中ではあなたはひどく傷ついていたり落ち込んでいたりとかするように見えるみたいだからこそ、ここ育んでいきたいなとかね、円満に、だから波風立てずにあなたに優しく包み込んでいって、そしてこのちぎりですよね、大丈夫だよ安心してとかね、今からちぎりますからねとかね、そういうことであなたに落ち着きとか安心とか、そのようなものを与えたいし、自分もあなたとこれから末永くやっていきたいんだっていう誠実な思いとかっていうのも伝わってきます。すごくここいいですよね、お相手ね。でもね、繁栄っていうのも考えてるから、そうですね、自分の遺伝子とかをね反映させていきたいってことももちろん考えてるんですよ。そしてあなたと順調にこれからちぎりのね関係性を育んでいきたいとか、そう満足させたいとかね、そういうことも考えているんです。自分もそうだしね、お互い満足し合いたいっていうね、そういうことも考えています。これ最初にめくっちゃったんですけど、あなたへのアドバイスでお家のカードが入ってるので、お相手とデートしたりとか会ったりするときは、室内、お家というか自分のお家やお相手のお家だったらなおよしなんですけど、室内がいいんじゃないかっていうことと、あなたがリラックスすることが今一番大切だよっていうアドバイスが出てきています。そしてお相手自身が障害として感じているところに助教皇のカードが出てきているんですね。まだちぎりの関係性を結んでいないんじゃないかなっていうのも出てきているし、あとはまだね、その全てさらけきってない、見せ合っていないちぎりの関係性っていうのがあって、何回かちぎっているんだけどまだ開発の余地があるんじゃないかとかね、そういうことも考えているかもしれないし、何か決めたいことがあるのかもしれない、お相手の中で。そしてこちらの結果的にね、ホワイトヌーン面が入ってるので、これはね、インスピレーションを得て自分で行動して、で革命を起こして、そして新しい世界を作り上げていくっていうカードなんですね。エネルギーの強いカードです。でお相手のところでやっていきたいんだっていう強い思いがあるので、もしかしたら様々な困難っていうところがここにあなたの方に出ているようにね、お相手の方で見えているんだけど、2人で力を合わせてこれを乗り越えて新天地へ向かっていきたいんだっていうところで、新しい感覚を得たいっていう気持ちかもしれないしね、ちぎりで。でもね、遊んでいるとか浮ついてるとかそういうことではなくて、しっかりと育んでいきたいっていうお相手の誠実な思いっていうのが出てきているから、あなたはどうだろうかっていうところでお相手が見ています。そしてごめんなさい、ちょっとこれを差しっぱなしにして忘れていました。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。で、そしてそうですね、あなたのところはどうだろうか。あなたは今現実的にどうですかっていうところで、
あなたは現実ワンドのエース。自分でも燃え上がる気持ちがある、始めていきたい、掴み取っていきたい、お相手の体に触れたいとかね、心に触れたいっていうところがある。もしかしたら最近会えていないとかね、まだちぎりの関係になっていないっていう方は本当にね、裸の関係になりたいとかね、そういうところをお互い求めているんだけど、ちょっとお相手の中でそこを裸の関係に持っていくところがまず障害、自分の中の課題ですよね。その勇気があるのかどうかっていうところもそうだし、ただあなたがなんかこう疲れてるとかっていうよりは諦めかけているのかもしれない。ちょっと今折れそうになっている、心がね折れそうになっていたりとか、触れたいんだけど触れられなくて、なんかねこの先の関係進展しないのかなっていうふうに思っているのかもしれません。はい、そうですね。ソードのナイトさんのカードで、やっぱりこう進んでいきたいとかね、できるんだったらもうパッとね燃え上がるような、そんなちぎりを交わしていきたいっていうのがあなたの中のお気持ちでも、それが叶わないからもうね、これはこの恋終わりなんじゃないかとかね、もうちぎりの関係はないんじゃないかってどこかで諦めていたりとかねするのかもしれない。でもその希望がないって思ってるかもしれないけど、それでもね明るい未来を見ていきましょうっていうところも入ってるんですよね。もう少しリラックスして、あと安定したっていうのがお相手の方強く出てきているので、あなたもまずゆっくり落ち着いてお相手と育んでいくことっていうのを始めてみてもいいかもしれませんね。できれば駆け抜けていきたい、スピードよくテンポよく早く会いたいし早くちぎりたいしとかね、そういうことを求めているんだけど、この人ともっとなんかこうしっかりしたもの、なんか順序よくとかね、手順を踏んでとか、そういうことを考えていると思うので、本音をまだ見せ合っていないとかね、まだ裸の関係じゃないとか、そういうこともあるかもしれないけど、これからしっかりと育んでいけるからっていうことで、新しい世界へ行くぞっていうところですね。何事もお互いの気持ち、体、エネルギーの交換っていうところだから、そこのバランスでうまくとっていこうよっていうところが出てきています。では、ラッキーフードでね、こちらのフードオラクルカード1枚もらっていきます。今のあなたのラッキーフードとして捉えてください。ね、こちら参考程度に。このカードはチャクラの色とかも描かれているので、今自分がどこのチャクラが弱まっていてとか、どこの部分を意識すればいいのかなっていうところとかももらっていきます。そしてこのフードオラクルは、こちらのガイドブック使ってもらっていきます。グリーンですね。ここチャクラとしてはハートチャクラです。持久力をつける、勝負する。そしてこれは、ネギ、ニラ、ニンニクです。で、メッセージをもらっていきましょう。はい。ね、メッセージ。匂いは独特ですが、料理の味を支配する強い食品たち。スピリチュアル的にも邪気を寄せつけず、自身の霊力を上げて勝負に打ち勝つことを表しています。普段から適量を取り入れてスタミナを上げておきましょう。スタミナを上げておきましょうですって。はい。いざという時に備えてね、このちぎりに備えて今スタンバイしておいてください。そして栄養のところもね、お話ししていきましょう。独特な匂いの元アリシンはビタミン B1 の吸収を高め、体内活性を促進します。そのためビタミン B1 とアリシンを一緒に摂ると、ビタミン B1 の主要な働きである糖質のエネルギー代謝作用が高まり、疲労回復に役立ちます。疲れていませんか？そして食中毒予防やコレステロール、血糖値の上昇抑制にも役立ちます。細かく切って加熱すると栄養の吸収率が高まります。ビタミン B1 が豊富な食材と相性がいいため、豚肉や厚揚げ、高野豆腐など大豆製品との炒め物や煮物がおすすめです。たらこ、納豆、豆腐を食べるときにはみじん切りのネギと一緒に摂るのが理想的。また、ニラやネギの青い部分に含まれるビタミン A、ベータカロテンは粘膜の保護や強い抗酸化作用でもあり、風邪や動脈硬化の予防に効果的です。ニンニクは加熱するとアリシンは失われますが、別の健康成分、
アホ塩が作られます。アホ塩には抗がん作用があり、血液をサラサラにして血栓ができるのを防ぎます。また油につけて保存するニンニクオイルはアリシンの成分変化によりがん細胞の増殖を抑えるとともにがん細胞を壊す作用があると注目されています。はい、ネギ、ニラ、ニンニクを食べて持久力をつけて勝負に勝とうっていうワードが入ってきていましたね。疲労回復の効果もあるし、刺激物だから今あなたは刺激を求めていたりとかするのかもしれないですよね。カッカするような感じなんです。あなたのところが今自分自身求めているものっていうのが、そうですね、ズバッと切り込んでいってドカンって燃え上がるような、こんな擬音しか出ないのかっていうところなんですけど、そんなものを求めてるんですけど、お相手ももうちょっと平和的というかね、でもちぎり交わしたもうっていう風に出てくるから、そんな星座で来るんですかみたいなね、そんな風に捉えるかもしれないんですけどね。でもこのお相手に合わせていくと新しい展開とかも期待できそうっていうことで、お相手が進んでくれるっていうところはあるからね、この方に主導権を握ってもらってお願いしますっていう風になるといいんじゃないかっていう流れが出ています。そしてもしね、疲れを感じている方はゆっくりリラックスしてねっていうのが出てきています。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。こちらのカードはこの通りですね。あなたの本音を話してください。もうシンプルに自由に、そして本音を話して伝えていきましょう。声っていうのもワードとして入ってくるかも。お相手の話を聞くのもそうだし、自分のことをまず話すってことで、あとね、声が刺激キーポイントとして入ってくるかもしれないから、声を抑えなくてもいいようなシチュエーションでお願いしますっていうことでね、でもそういうのも入ってきますし、お互いのトークですよね。自分のことも話して、どこが良くてどこがダメなのかとか、もう自由にね、自分の本音シンプルにただ言うだけだって、好きだとかね、お願いしますとかかもしれないし、今伝えたいことをシンプルにそのまま伝えてください。いろいろ考えすぎなくてもいいですよっていう風に出てきていました。こちらも参考にしてください。でそれではこちらの、ラッキーフードをね取り入れていきながらね、どうかな、ニンニクとかニラとかさ、口臭的に大丈夫なんていう風に思うかもしれないけど、普段から取り入れておいて、いざっていう時はね、綺麗にしっかりと口臭予防していけばいいんじゃないかなと思います。今回は夜のちぎりシリーズ、お相手の夜の妄想編として、お相手が次にあなたとしたいこと、今どんなことを求めているのかなっていうところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。少しね短い動画になりましたが、夜のちぎりシリーズ、お相手が次にあなたとしたいことについて見ていきました。そして今回ね、珍しくラッキーフードっていうところも取り入れていったんですね。こちらフードオラクルっていうのをつい最近購入しまして、これチャクラとかも対応していたりとか、いろいろと対応してるんです。なのでそうなんです。なのでね、すごく便利なので今回使ってみました。ちぎりなのにラッキーフードなんて思ったかもしれないんですけど、でもぜひねこれ取り入れてみてください。もしかしたら今のあなたに必要なメッセージも含まれていたかもしれません。でね、ここでご紹介していきましょう。で1番2番の方はごぼうオニオンっていうのが入っていて、でそしてそれは紫のチャクラで、この第7チャクラだよっていう風に、頭頂部のチャクラだよっていうのもお伝えしたんですね。そして3番の方はグリーンのチャクラなのでハートチャクラなんですね。これは自分の心を開いていく、ね、そのハートだから愛情とか自分の本音、本心、心っていうところに大きく携わってくるチャクラなんです。
愛情関係や人間関係にも大きく携わってくるグリーンのチャクラ、ハートチャクラねっていうのも出てきているので、今ご自身が傷つきやすかったりとか、関係性で悩んでいたりとか、ハートチャクラが弱まっている可能性がある、自分に自信がないとかね、かもしれないので、だから落ち着いてリラックスして自分自身を愛してあげること、セルフラブすることだったり、自分に肯定感、自己肯定感を高めることだったり、周りに優しくしていって、そしてお相手にも優しく接するとか、あと逆にね、その周りに優しくできないとかじゃなくて、優しくしすぎていて、尽くしすぎていて、自分のことおろそかになっている場合もあるので、今一度見直してみてねっていう、心に立ち戻ってみてっていうような、そんなメッセージもありました。はい、いかがだったでしょうか。ね、またね、これからもこのフードオラクル使っていくかもしれません。今回ね、この夜のちぎりに差し込んでみました。かなりこの刺激物があるかもしれない。オニオンとかね、ニンニク、ニラとかね、ネギとかね、あとごぼうもね出てきていたので、そうなんかね、活性化させていくこととか、あと腸内環境っていうのもね、同じく共通して入ってきたかなっていう感じがします。疲労回復とかね、そういうのも3つとも入ってきたような気がするので、かなりお疲れなのかなっていう風にも感じました。ぜひこちらも参考に取り入れてくださいっていうことで、このフードオラクルとか、あとその他のカードもメンバーシップさんの方では先行で使っていたんですけど、全体公開リーディングでもついにお披露目となりました。そうですね、いろんな情報が入っているので、たくさん取り込んで、これからもっともっとお伝えできるようになればいいなと思っています。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。